Hi, it's Lily. Happy Sunday. 皆さんお元気ですか？ How are you today? 先週の動画で多くの方々から素敵なコメントや応援メッセージいただきました。皆さんの優しさのおかげでハッピーな気持ちで今週1週間過ごすことができました。Thank you so much. ありがとうございます。今回は私の消えないアメリカンソウルについてのお話です。日本育ちの私がやっぱりアメリカ人だと思う瞬間や時について話していきたいと思います。皆さんご存知のように私は日本で生まれ、そのまま日本で育ち、今も日本に住んでいます。そしてインターナショナルスクールに通っていたため、日本に住みながらもアメリカの文化に触れることが多くありました。なので日本にいる皆さんからいただいた日本の心と両親からいただいたアメリカの心の両方を持っています。今年の5月頃にこちらの動画を作りました。その動画で日本側の心についていろいろ皆さんにシェアしました。今回の動画ではその逆バージョンのアメリカ側の心について話していきたいと思います。長く日本に住んでも消えないアメリカンソウルとアメリカ人っぽさを見ていきましょう。コメント欄の方でリリーは日本人だねなどとこのようなコメントをよくいただきます。中学生ぐらいの時からずっと日本人に受け入れられるように努力してきたので、皆さんがそう言ってくださるのは大変嬉しいです。でも実は年を取るにつれどんどんアメリカ人らしさが出てきている気がします。以前よりもここ数年アメリカ人だと思う瞬間が多くなってきました。いつからこうなってきたんだろうって思うことがよくあります。結構最近その理由に気づいたので今回の動画を作ろうと思いました。ちょこっとその理由について話してから日本生まれ&日本育ちの私がやっぱりアメリカ人だと思う瞬間やところを見ていきたいと思います。他の動画でも時々この話をしますが、アイデンティティについて非常に悩んできました。私は日本人なの？アメリカ人なの？どっち？と今まで何百回も何千回も自分に問い詰めてきました。生まれた時からずっと日本に住んでいたため、若い時は日本人として受け入れられたかったです。子供の頃、特に田舎の方では日本に今のようにたくさんの外国人はいませんでした。外出るたび外人だ外人だと子供に指さされたり、大人にもジロジロ見られながら育ちました。もちろん日本人には全く悪意なかったですが、目立っちゃうリリーは子供の時からどれだけ自分が違うのかを意識するようになりました。目立ちたくなかったが顔や体は変えられないので、話し方や人との接し方で日本人として認められるようにすごく努力しました。そして生まれ持ったアメリカ人っぽさを隠すようになりました。5年前ぐらいから自分を好きになろうと努力し始め、今まで隠していたアメリカンハートがだんだん見えてきました。ほとんどアメリカに住んだことない日本育ちのアメリカ人なので、私は決して純アメリカ人ではないですが、今回はこのめちゃくちゃなよくわからない私がアメリカ人だと思う時やところについて皆さんに話していきたいと思っております。日本とアメリカの文化や習慣を見ていきながら、リリーの消えないアメリカンソウルについて話していきましょう。ちなみにこの動画で日本とアメリカの文化を比較していきますが、日本が良くてアメリカが良くないとか、アメリカが良くて日本が良くないって言ってるわけではありません。文化や習慣の違いがあって当然ですし、違いがあって面白いですし、その違いがすごく好きです。いつものように文化や習慣を見ていきながら楽しく考えていくのがこの動画の目的です。イントロが少し長くなってしまいましたが、早速 Let's talk。最初は気持ちや性格に現れるアメリカ人っぽさの部分から話していきましょう。アメリカ人っぽいところ No.1、 自由と自立を常に求めている。常に自由と自立を求めているところは最も私のアメリカ人っぽいところだと思います。これは祖父母や両親から受け継いだ精神だと思います。おじいちゃんは若い時に広い土地を買い、自分の手で家を建て、今もおばあちゃんと山奥で暮らしています。これがその家です。そして母と父は日本に住みたいっていう思いがあり、日本語があまり話せないまま結婚してすぐに日本に引っ越しました。
このように夢と生きるスタイルがはっきりしている両親や祖父母を見て育ったため、何がしたいか、どういうふうに生きていきたいかということを常に子供の時から考えてきました。周りが決めた形の生き方ではなく、自分の決めたスタイルを常に探し、やりたいことがあれば自分で責任を持ってやるっていう考えは、自分の中にあるアメリカンハートから来てると思います。社会から自立して自給自足をしたいと決めた時も、アメリカ人っぽいなと思いました。もちろん自分一人で何かを始めるのは怖いですし、リスクももちろんあるけど、得られるその自由は最高です。知識全くないまま畑を始めたり、今後土地が見つかったらおじいちゃんのように勉強しながら自分の手で家を建てたりしたいところは、すごくアメリカ人っぽいと思います。このように何もかも自分でやりたがるところはすごくアメリカ人っぽいと思います。アメリカ人っぽいところ No.2、 意見がはっきりしている。他の動画でもっと詳しく話しましたが、アメリカ人の先生がいるインターナショナルスクールに通いました。田舎のインターナショナルスクールは小さく、生徒も少なかったため、先生との1対1の時間が多くありました。先生は自分自身の意見を押し付けず、私たち生徒の意見を尊重してくれたので、いつも安心して思っていることや意見を言えました。リリーはどう思うの？なんでそう思うの？と常に聞いてくださったので、若い時から自分の意見を持つことができました。子供に自分の意見が言える力をつけるところはアメリカの教育の特徴だと思います。アメリカ式教育を受けたからこそ、今はっきり意見を持てると思います。以前作った日本人だと思う瞬間の動画で、相手に合わせるところやはっきり Yes, No が言えないところが日本人っぽいと言いましたが、20代後半から少しずつそれが変わってきたと思います。もちろん誰かと話している時、相手に合わせますが、今まで抑えていたアメリカ人っぽさが年を取るにつれ、どんどん出てきていると思います。これからもアメリカ人っぽさと日本人っぽさの両方を大切にしていきたいです。アメリカ人っぽいところ No.3、 性格。このチャンネルを最初から見てくださっている方はご存知だと思いますが、私はテンション高めで結構うるさいです。もちろん日本人でテンション高い人もいますが、私自身のテンションの高さはちょっとアメリカ人寄りだと思います。音楽をかけて料理を作りながら踊ったり、テンション上がったらすごく声が大きくなったりします。最もアメリカ人っぽいと思うところは、手で大げさにジェスチャーするところです。友達からはジェスチャーや体の動き方はアメリカ人っぽいってよく言われます。表情もそうですね。眉毛を上げたりしてアメリカ人のように顔全体で会話をします。多分英語話してる方がそうなります。日本育ちなので日本人らしい性格の部分もありますが、同じぐらいアメリカ人らしいところもあると思います。さっきもちらっと言ったように、喋ってる時の言語によってちょっと性格が変わるかもしれません。これはもうちょっと詳しく他の動画で話していきましょう。日本とアメリカの両方の影響が強いので、変な両方のミックスです。アメリカ人っぽいところ No.4、 服や見た目あまり気にしない。もちろんある程度気にしますが、一般日本人ほど気にしないと思います。見た目よりも人としてどう思われている方が気になると思います。東京に住んだ3年間以外は服とか見た目はそういう意味では気にしたことはありませんね。もちろん破れている服や洗ってない服は着ないですし、イベントに行く場合ちゃんと考えて合わせて服選びますが、普段の日常生活ではファッションや流行を一切気にしません。特にブランドとかはそうですね。個人的に全く興味ありません。見た目よりも着ている服が快適なのか、動きやすいのかなどなど、そういったものを見て服を選びます。結果いつも T シャツとジーンズになってしまいます。生徒の子供たちに先生いつも同じ服着てるねとよく突っ込まれます。でもそれでも気にならないです。何かのスポーツをする時やキャンプなどをする場合、同じようにやっぱりアメリカ人だなって思います。多くの日本人はスポーツか何かを始める前にちゃんとした服とかそういうのを揃えてから始めるパターンが多いです。私はその真逆で、とりあえず最低限のものだけ買います。例えばランニングだったらとりあえず靴があればいいですし、
キャンプだったらとりあえずテントがあれば、あとは just wing it です。wing it とは何も計画せず行うっていう意味で、とりあえずやってみるって感じです。この wing it 的な気持ちはアメリカ人らしいと思います。この wing it 的な気持ちがあるのはアメリカの影響な気がします。皆さんはいかがですか？ wing it することありますか？ Do you ever wing it? wing it 的な気持ちはアメリカ人らしいと思いますが、アメリカ人っぽいところ No.5、 ピーナッツバターへの愛と野菜の食べ方。今度もっと詳しく食生活の動画を作りたいと思ってますが、ここでちょこっとその話をしたいと思います。まずはピーナッツバターへの愛がアメリカ人らしいと思います。母はピーナッツバターが大好きで、子供の頃からサンドイッチやデザートなどピーナッツバターを食べる機会が多くありました。今も大好きです。日本人が普段塗らないものにもピーナッツバターを塗って食べます。バナナやリンゴ、時にはセロリにまで塗っておやつにして食べます。リンゴや野菜の食べ方もアメリカ人っぽいと思います。リンゴや人参は丸かじりしますし、うさぎのようにキュウリやブロッコリー、時にはさやえんどうだったりオクラまで生で食べたりします。もちろん日本食も大好きですし、普通に家でも食べますが、今紹介したようにちょっと日本人っぽくないものもよく食べます。このように住んでいる国関係なく、親の育て方で大人になった時の食生活が決まると思います。まだまだいろいろありますが、長くなりすぎてもあれなので、とりあえず今日はここまでにしましょう。人は常に変化しますので、これからどう変わっていくんでしょうね。時にはアメリカ人らしく、時には日本人らしく変化していくと思います。皆さんはいかがですか？自分がアメリカ人っぽいなって思う時ってありますか？ぜひぜひコメントや体験などコメント欄でお聞かせください。楽しみにしてます。ここまで見てくださりありがとうございます。I hope you have a wonderful day. 急に寒くなったりしますので、体調を崩さないように気をつけていきましょう。では、See you next time. Bye!